せーの。立体起動装置と服の作り方、始まるよー。立体起動に移れ。こんにちは、コスプレイヤーの逆ヨガだよ。今回は漫画版の進撃の巨人に登場する立体起動装置、この一式と、そしてこの着ている服、マントも作ってみました。もういろいろありすぎて画角に入りきらないですね。突然だが、君たちは作れと言われたら作るのか。作ります。では、ここにいる者たちで立体起動装置を作り上げる。これが本物の敬礼だ。心臓を捧げよう。COS ボードという材料から一通りのパーツを切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが、簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、大型手芸店、一部のホームセンター、Amazon や楽天で買えます。型紙を使って切り抜きます。型紙のリンクは動画の説明欄にあります。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートやコスプレボードといった他のボードでも代用できます。各種ボードの販売店などを動画の説明欄にまとめてあります。まずは刃を組み立てます。2枚あるパーツを瞬間接着剤で貼り合わせていきます。芯としてホームセンターで買った平たい鉄の棒を使います。プラスチック板などで代用してもらってもいいですよ。鉄の棒を刃の内側に接着します。その上からパーツをもう1枚接着します。刃の端をカッターで斜めに切り落としてしまいます。マジックで下書きした後、筋を彫っていきます。カッターナイフでカッターナイフの刃のようなものを作っているという奇妙な光景です。これにて刃の組み立ては完了とする。グリップを組み立てます。3枚のパーツを接着します。中央の層は刃がはまるための隙間が空いてます。トリガー周りのパーツを接着していって組み立てていきます。丸みを帯びた形にするために全体的にカッターナイフで削っていきます。後ほどパーツに網目模様を彫るので、そのための下書きをしていっています。下書きしたパーツを瞬間接着剤で接着します。ハンダゴテの熱で下書きを参考に筋を彫っていきます。ハンダゴテはホームセンターやダイソーで売られています。一通り終わりました。残った細かな部位をちまちまと仕上げていきます。銀色のレバーのパーツを組み立てます。2枚のパーツを貼り合わせたら削り出して本体の方へと接着します。黒い紐の端にパーツを接着して本体へと接着します。これにて組み立て完了。全員塗装に移れ。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたら、まずはラッカースプレーで真っ黒に仕上げます。刃を銀のスプレーで塗り上げます。グリップの銀の部分はプラモデル用塗料のミスターカラーで塗ります。ミスターカラーはおもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。これにてブレードを完成とする。現在公開可能な情報を諸君らに伝達する。全長は94センチ。重量は 190g となっている。ブレード部分はもちろん取り外し可能だ。そして、刃は原作の設定通りしならせることができるぞ。以上がブレードの情報だ。逆ヨガ！他にもいろんな動画があります。この動画の後にぜひいろいろ見てってくださいね。次は鞘を組み立てていくぞ。鞘の組み立ては基本的にパーツをひたすら組み合わせていくだけとなっております。接着しづらい箇所などは瞬間接着剤硬化スプレー、
アルテコスプレーと呼ばれるものですけど、それを使って接着しています。アルテコスプレーを使うと接着が非常に早くなり、作業がはかどるのでおすすめです。ホームセンターの接着剤売り場で売られています。ちなみに瞬間接着剤は100均のでも OK だよ。僕は100均のをいっぱい買ってきて、でかい容器に詰め替えて使ってます。というわけで、ひたすらまだ組み立ててないパーツを駆逐してやる的な感じで組み立てていく作業を続けるだけです。細かい組み立て手順などはサイトでまとめてますので、ぜひサイトもご覧ください。サイトの方に参考にして作ってくれた方の写真をいくつか載せてます。そんな感じで実際作ってくれた方がたくさんいますので、ぜひ皆さんもチャレンジして作ってみてくださいね。装着用の紐をグルーガンで接着します。グルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具です。ホームセンターや100均で売ってます。前方にも紐を接着します。紐は手芸店で買ってきました。装着用のマジックテープをグルーガンを使って接着しておきます。マジックテープは100均で買いました。これにて組み立て完了。次は塗装に移るぞ。塗装の流れはブレードと同じだ。黒く塗った後、銀に塗ったら完成だ。というわけで、鞘が完成した。もちろん、鞘の中に先ほど作ったブレードの刃を収納することも可能だ。巨人との戦いに備えて、常に替えの刃を補充しておくように。タンクを COS ボードで作ります。パーツを順次接着していくだけです。ここからは写真を使ってサクッとお見せしていきたいと思います。設定では中にファンが入っているので、100均で買ったミニ扇風機を改造して仕込みます。こちらが完成したものとなります。蓋を開けると、このようにファンが回っています。先ほど述べた通り、小さなミニ扇風機を改造しています。取り出すこともできるので、夏場は扇風機としても使えるぞ。次はアンカーだ。アンカーが伸ばせるように、リール付きのネームプレートを改造したものを仕込んでみた。これも100均で買ったものだ。これが完成体だ。中にアンカーが入っており、伸ばして遊ぶことができる。ただし、訓練中に不必要に伸ばして遊ぶなどとは言語道断だ。必要時以外は伸ばさないように気をつけるんだ。逆ヨガ。動画の補足情報や型紙データ、作業時の注意点などをサイトでまとめてます。これから作る人は必ずサイトを見てくださいね。サイトのリンクは動画の説明欄にあるよ。装置を装着するためのハーネスを組み立てていきます。薄い COS ボードから切り出したパーツに合皮をボンド G17 という接着剤で接着していきます。ボンド G17 は100均やホームセンターで売っています。合皮は手芸店で売っています。作っていたパーツを接着しつつ、ところどころに金具などをつけて組み上げていきます。実際にこうやって作るとわかるんですが、ちゃんと装着することを考えられたデザインになっていて、すごくよくできたデザインだと思います。最後に腰の布を作ります。というわけで一通り装着させます。装着はバックルやベルトで一通り行うことができます。設定通り脇にあるホルスターにブレードのグリップ部分を収納することも可能だ。使い終わったら忘れず収納すること。ではここで装備一式を装着してみましょう。マジックテープやフックなどを使って一通り取り付けていく形になっております。手順をきちんと覚えておくんだぞ。服を作ります。まず合皮に模様を描いて調査ヘーダーのエンブレムを作ります。ここからは切り出した布を縫い上げていく作業となります。布は手芸店で買うことができます。最初の型紙作りが肝心なのですが、僕は以前作った衣装の型紙を流用しているのですが、市販でもこういった型紙が売られてますので、そういったものを改造して作ると作りやすいと思います。初心者の方はそんな感じでやってみてね。というわけで服が完成しました。駐屯兵団のエンブレムを作りました。マジックテープで付け替え可能です。注目！このようにピクシス司令のコスプレもすることができるぞ。ついに今回の制作も最後となる。最後はマントを縫い上げるぞ。このマントが完成したら今回の任務は完了だ。
人類の力を面白い。現在公開可能な情報を諸君らに引き続き伝達する。総重量は 1.7kg となっている。すべて作るのにかかった制作時間は38時間。材料費は8000円となっている。作り方に関する質問があればコメントで気軽に書き込んでほしい。というわけで今回は進撃の巨人の立体起動装置でした。最初は実はジャンのコスプレをしようと思って毛染めを買ってきたんですが、意外と全然ジャンみたいな色に染まらなくて急遽エルヴィンに変更してなんかぐちゃぐちゃなことになっちゃったけど、許してね、テヘペロ。今回結構いい感じにできたと思うし、どんぐらい再生数伸びとるか楽しみやわ。さてじゃあちょっとチェックしてみよっかなと。はい、ポチッとなと。何の成果も得られませんでした。よろしければチャンネル登録をお願いしたい。そして諸君らのご視聴大変感謝しておる。それではまた次の動画でお会いしましょう。まったねー。